気づくとまた考えてる。呼吸に戻ろうとした瞬間、ちゃんとできてるってチェックしてる。その時点でもう思考です。ネトジュンさんは悟り状態へ意識変容する二大柱は、思考を止めることと身体感覚とつながることだとおっしゃいます。でもなぜ意識は体でなくすぐに思考に向かってしまうのでしょう。そしてなぜネトジュンさん推奨のエレベーター呼吸などのワークに苦戦してしまうのでしょう。今回は神経科学視点からの思考優位状態から身体感覚優位へ無理なく移行するポイントについて翻訳していきます。思考優位な時は前頭前野中心の言語ネットワークのような脳の部位が過活動し、過去を編集し、未来を予測し、私とはこういう存在だを組み立て続けます。神経の特徴としては言語回路が活発化していて、緊張がやや高まりやすく、不安ループが強化されやすい状態です。身体感覚が優位な状態の時は、思考の音量が下がって、時間が熱くなり、自己物語が緩み、リラックスしてきます。なぜ思考に意識が向いてしまうのでしょう。多くの人が気づくと考えている。まるで意識に磁石がついているみたいに。神経科学の視点で言うといくつか理由があります。まず脳の基本任務は予測して生き延びること。常に次に何が起こるか、失敗しないだろうか、評価は大丈夫だろうかと働いています。体の感覚は今、思考は未来の危険を扱います。進化的には今安心していても未来のリスクを計算する方が価値が高かった。だから脳は放っておくと未来に飛びます。そして思考は刺激が強い。言語、映像、ストーリー付き。身体感覚は微細で、心拍や呼吸は静かな信号です。神経活動としても言語ネットワークは処理が派手です。強い信号に注意が向くのは脳の性質。だから吸い寄せられてしまうんですね。そして不安があると思考が加速し、対策会議が始まります。不安から予測、分析、さらに不安。思考のループの完成です。体を感じる前に思考に囲い込まれてしまいます。また身体感覚は曖昧だから怖い。思考は明確で言葉がある。身体感覚はぼんやりしてて広がっていて境界が解ける感じ。コントロール感が弱くて脳はコントロールを好むのではっきりした思考へ戻ってしまいます。つまり放っておくと考えるは正常です。問題ではありません。身体感覚優位になるとどうなるのでしょう。まず思考のボリュームが自然に下がります。消そうとしなくても勝手にフェードアウトする。これは副交感神経が優位になり、脳の警戒ネットワークが落ち着くからです。考え続けることが必要ではなくなるんです。次に時間の流れ方が変わります。未来への予測や過去の半数が弱まり、一瞬一瞬が厚みを持ちます。コーヒーの湯気が立ち上がる。その細部にまで意識が触れる。世界が高解像度になる感覚です。ネトジュンさんも今が濃く長くなると表現されています。さらに自己イメージが緩みます。私はこういう人間だという物語よりも鼓動、呼吸、温度、重さといった生命のデータが前面に出る。私というキャラクターよりも生命現象としての私が前に出る感じです。そして面白いのは直感が働き始めること。考えて答えを出すというより、あ、これだ、とわかる。これは神秘というより、神経の統合が進んだ状態です。脳の一部だけでなく、全体が強調している。感情にも変化が起きます。波はあっても飲み込まれにくい。怒りや不安が出ても、それは体内を通過するエネルギーとして感じられる。
ドラマではなく気象現象のように。身体優位とは思考を敵にすることではなく、思考が主役の座から降りること。舞台の中央に立つのは呼吸、鼓動、重力、接地感。それらがベース音となり、思考は必要の時だけ登場するサブキャストになる。ネトジュンさんも水面下で左脳さんが有能に働いてくれるようになったと表現されています。無理なく身体優位になるポイントは、神経の視点で言えば前頭前野のブレーキを無理に踏むのではなく、頭皮質と迷走神経にそっと主役交代すること、静かに行うことがコツです。では、負荷ゼロに近い順でいきます。頑張りが逆効果。ネトジュンさんはこう表現されています。自動思考があるのかチェックしていることが思考そのもの。ここに大きなヒントがあります。早く切り替わりたい。その頑張りが強いほど、実は思考ネットワークが活性化しています。神経科学的に見ると、身体感覚に移行として思考回路を再転化しているようなものです。思考を止めようとしない。ただ、思考に気づいているだけ。ネトジュンさんもよくおっしゃいます。思考に気づいたらガッツポーズ、そしてエレベーター呼吸に戻る。ここが最大のポイントなのかもしれません。考えていると気づいたら責めずに身体の感覚に戻る。それだけ。1秒でいい。身体感覚は滞在時間よりも回数が大切です。今回、もし条件を一つに絞るなら、安全感。神経の安全。安全とは、よく眠れていることや、体が温まっていること、血糖値が安定していること、こうした体調の安定と、さらに内的な安全。できなくてもいい。この許可が出た瞬間、思考回路の過活動は少し下がります。体が安全だと判断したとき、身体感覚が優位モードになります。安全感を育てる鍵を握るのは迷走神経。特に社会的つながりと関係する腹側迷走神経が働くと、体は今は大丈夫だと判断します。では安全感を高める具体的ポイントを神経の視点で紐解きます。1、吐く息を少し長くする。吐く息を長めにします。4秒吸って6秒から8秒吐く。さらに効果的なのは低くゆっくりハミングすること。声帯の振動は迷走神経を直接刺激します。それだけで神経の緊張が緩みます。ヨガのマントラや仏教のお経もこの条件に当てはまってますね。2、視線を柔らかくする。一点を凝視していると脳は狩猟モードに近づきます。なので周辺視野まで広げたり、遠くを見たり、空を見たり。視野が広いということは危険が迫っていないという進化的なサインになります。スマホや PC を見ているときも時々画面から目を離したり、部屋全体を見たり、遠くを見たり、それだけで前頭前野の集中が緩みます。以前ご紹介したネドジュンさんの胸の座の視点とも合致します。3、リズムを整える。一定のリズムは神経を落ち着かせます。ゆっくり歩くとか、ゆらゆら揺れる。一定のテンポで軽くトントンすることも、母親の心拍の記憶のようなものです。神経はリズムに安堵します。ワークに集中できないときは、外を散歩したり、階段の上り下りをしたり、リズム運動は神経発火を整えて、頭の一点集中を分散してくれます。運動後は自然に思考が静かになる経験は誰にでもあるのではないでしょうか。ネトジュンさんのワークの中にもぐにゃぐにゃ運動というのがあり、これは以前もご紹介したのですが、これは一定のリズムでゆらゆらと揺れる方法です。
4、安心感のある脱力。安全感は支えられている感覚と深く関係します。吐く息を長くしながら重力に体を預け支えを感じるという脱力。筋肉が緩むと緊張信号が減ります。そのフィードバックで脳も安全と判断しやすくなります。ネトジュンさんは、得るべきは素晴らしい未来、変化した私じゃない。今座っている椅子のお尻ですとおっしゃっています。座っているお尻の感覚を感じる。支えられている感覚を感じる。重力に身を委ねる。重力を感じることは原始的な安心材料です。5、温度を使う。ぬるめのお風呂、温かい飲み物、お腹や胸を温める。体温が安定すると副交感神経優位になりやすいです。冷えは軽いストレス信号になります。6、顔の筋肉を緩める。表情は神経にフィードバックします。口角をわずかに上げたり、眉間を緩めたり、ゆっくり瞬きをしたり、奥歯の噛み締めをほどいたり、顔面神経も迷走神経と関係があります。柔らかい顔は安全のサイン。以前、歩型ワークをご紹介しましたが、これはまさしく表情筋を緩めるワークです。7、安全な他者との接触。安心できる人の声を聞いたり、ペットを撫でたり、穏やかな声の動画を流す。人は神経レベルで共鳴します。安全な相手は外付けの精神安定装置のようなものです。8、考えない時間を増やす。SNS やニュース、テレビは小さな警報を鳴らし続けます。安全感を育てるためには刺激の総量を下げることも重要です。スマホを見ない時間や情報を入れない時間、答えを出さない時間。これを意識的に作ると思考活動は自然に弱まります。ネトジュンさんのおっしゃるわからないままでいる。これは身体感覚回路にとっても最高の肥料です。9、心地よさを感じるものを身の回りに置く。ご自分の好きなもの、見たり触れたりすると、ふわっと心が緩み、心地よく感じられるものを身の回りに置きます。例えば、ぬいぐるみや触り心地のいい毛布、好きな香りなどです。これはネドジュンさんのオンラインサロンでも推奨されています。では次に、ワークはいつどのようにすると効果が高まるのでしょう。神経はリズムに従います。最も効果が高まりやすい時間帯は、朝起きてすぐと夜寝る前です。そして日中に1、2分のミニリセットを何回か入れます。実はこれが一番効きます。思考優位から身体優位へは、1回の長時間ワークよりも、こまめに身体感覚へ戻ることを何度も重ねます。これはネトジュンさんの根本理論でもありますよね。思考に気づいたらガッツポーズ、そしてエレベーター呼吸に戻る。この小さな往復が神経の優先順位を変えます。またワークを歯磨き前やトイレの後、仕事の前など生活に紐づけると神経が学習します。個人的には食事中の紐づけが無理なくて気に入っています。味、香り、噛んだ感触、お腹が満たされていく感じ、ありがたさなどをよく味わうと五感集中になっているので思考が静かになって満足感と幸福感、感謝に満たされてとっても好きです。ワークの長さは最初のうちは眠くなりやすいのでほんの少し短い時間、心地いいなぁと感じられる程度で切り上げると習慣化しやすいです。そして大事なのは心地よさ。時間帯や時間、どのように行うかよりも、できる範囲で少しずつ心地よく感じることが一番大切なような気がしています。結果を求めるほど遠のくというパラドックス。変わりたい気持ちが強すぎると、かえって遠回りになります。思考が止まらなくても、
起きるが起きるが起きなくても、現実が劇的に変化しなくても、ただ、今ここに意識を向けていると、なんか落ち着くな。ざわざわが消えて楽になるな。心地いいから続けよう。そんな温度感でいかがでしょう。変化を求めることもなく、頑張らなくちゃもなく、ただ心地いいというだけで、毎日歯磨きするようにワークが日常に溶け込んだ頃、いつの間にか滑らかにスライドしているような気がします。それでは最後に安全感を育むワークを行ってみます。副交感神経優位になるように、吸う息4、吐く息6と吐く息を少し長くしますが、もし苦しく感じたら長さは短くして大丈夫です。吸う息でふわっと広げて、吐く息でキューッと収縮。次の吐く息はストーンと脱力。これを交互に繰り返すという筋弛緩法を取り入れながら、そして吐く息であーやうーなどとハミングをして声の振動が胸や喉に響くのを感じる方法です。それでは座るか横になります。背中やお尻が椅子やベッドなどに触れている感覚を感じます。まずは今の呼吸をそのまま感じます。吸って体がふわっと広がり、吐いてキューッと伸びてお腹を薄く、吸ってふわっと広がる。吐いてストーンと力を緩める緩める緩める。もう一度吸って2、3、4。吐いて2、3、4、5、6。吐く息をほんの少し長めに。吸って柔らかく広がり。吐いてキューッと伸びてお腹薄く。吸ってふわっと。吐いてストーンとすべての力を緩める。お尻や背中、床や椅子に支えられている感覚を感じる。吐くたびに重力にストーンと委ね、心地よさを感じます。次に吐きながら少しハミングをしてみます。あーでもうーでも何でも大丈夫です。吸って2、3、4、で吐く。声の振動が胸や喉に響くのを感じます。吸ってふわーっとで吐く。振動が内側を撫でるように。吸って2、3、4。吐いて一定のリズムで広がり、キューッと薄くなり、広がり、ストーンと緩む。
支えられる。その繰り返し。もし途中で思考が出てきたら、考えてた。そしてそっと呼吸へ戻ります。戻る回数が神経の学習になります。ではこのまましばらくご自分のペースで続けてください。最後に、今この瞬間、どこか一箇所、一番安心している場所を感じてみます。心地よさが残るところで終わりにします。お疲れ様でした。